過去一時点じゃないかなっていうぐらい、前期型のチェイサーですね。ツアラー V、BMW の純正色でチェスナットブロンズっていう色があるんですね。フロント 10J、オフセットプラス20、内装もしっかりいじってある。すごいよね。はい、よし君こんにちは。こんにちは。本日は4月の13日、時間は11時12分、気温は19度、はい、テイク2ですね。テイク2です。はい、見てる人はテイク1だけど、はい、俺らはテイク2で。テイク2です。テイク1はヨッシーがダメ出ししたからちょっとスムーズじゃないかな、あんまりスムーズです。ということでもう一回やっていきましょう。はい、はい、まあ久々の今回中古車紹介、ちょっとこう買い取りが忙しくあっちゃこっちゃ行ってたりしましたよね。はい、まあこれも買い取りなんだけどね、今日紹介させてもらう、これも買い取り、こちらも、はい、で後ろ行ってナンバーちょっと映さないように、はい、あこれ大丈夫かな、これも買い取り、あナンバー隠れてるね、これも買い取り、こちらも、はい、あっちも買い取り、こっちも、はい、っていう感じで、であともう1台が手直しで板金屋さん入ってるのか、そう後で紹介するスイフトとかも買い取りか、あれも買い取りだね、スイフトね、シルバーの Z も買い取りだねっていう形で、はい、まあ販売も結構忙しくやらせていただいてるんですが、はい、買い取りもそこそこ忙しくやらせていただいてまして、はい、でなんでしょうね、販売っていうのはやっぱりお店に来ていただけるお客様が、まあ当たり前ですけど車見にいらっしゃる方多いんですけれども、はい、なんか買い取りっていうのはやっぱりそのお客さんのところに行くっていうのが文化ですかね。そうですね。いつからそうなったんだかちょっと分かんないけどさ、はい、っていうのがあって、まああっちゃこっちゃ行ってましたと。はい、で、こちらの車もですね、今日紹介させてもらうこのチェイサーですね、はい、もう買い取りでいただいたお車なんですけれども、はい、これがだからいつだ1月だったかな、2月だったかなに買わしてもらった車と、あれ年末だっけな、まあそんな感じで実は結構前から持ってましたとっていう感じなんですけれども、まあパッと見ていただいて、はい、1周前からちょろっと見ていただくと、まあパッと見でもうノーマルじゃないのは分かるよねっていう。もう全くノーマルじゃないです。全くノーマルじゃないでしょ、はい、多分100系チェイサーたくさん買わせていただいてますけれども、はい、過去一時点じゃないかなっていうぐらい、はい、いろんなところに手が入ってる車でございますと、はい、で、まあ、スポーツカーっていうかそのカスタムのジャンルっていろいろあるじゃないですか、はい、例えばチューニングの部分でチューニングカーに振ってるカスタムとかもあれば、まあ、VIP 系でもいいし、なんでしょうね、ローライダー系でもいいですかね、はい、まあいろいろあると思うんですけれども、これのカスタムは何系と言われてるでしょうか。いわゆるスタンス系っていう。いわゆるスタンス系。さすがヨッシーでも分かるね。ギリギリ。ギリギリ。はい、そう。まあスタンス系っていうジャンルで作られた車って言ったらいいかな。はい、でスタンス系の定義って俺もぶっちゃけそんなにちゃんと分かってないんだけれども。はい、まあ、分かってる人はちょっといたらコメントで教えていただきたいんですが、はい、多分だからあれでしょ、ホイール結構はみ出し気味ギリギリに履いてハの字切って、はい、ベタベタに落として、はい、ちょっと派手なカラーにするみたいな感じ、そういうイメージです、ね、そういうイメージがね、はい、でいじってるイメージが多いよね。そうですねっていう感じでまあ、これはまさにその通りじゃないかなと思いますと、はい、でスタンス系自体が多分僕がだから10代の時ってなかった文化なんですよね。僕らが車いじってた時昔々もう20何年前ですかは多分このジャンルってまだなくて、はい、どっちかというとやっぱセダンはリプ系でいじるか、まあ、走り屋だったら走り屋さん系でいじるか、はい、みたいな感じなんですけれども、一部当時からちょっとこうアメリカンチックにいじるいじり方はあったんですよ、はい、ちょっと流行りだしたぐらいだったのかな。まああったっちゃったかな。まあアコードとか、はい、まあ国産セダンでいうならアリストとかに、まあ、メッキの大型ホイール履かして、はい、で車高をベタベタに下げるみたいな、はい、っていう文化はもうあったんですけれども、なんとなくまあそれの延長線上の現代版なのかなみたいな、そんなイメージでございました。はい、OK ですか。はい、はい、何が OK なんですかねまあいいかそうっていう感じでございました。テイク2もあんまりスムーズに喋れてないですが、もうこのまま行きましょう。行きましょう。はい、行きましょう。車は素晴らしい車です。はい。はい、じゃあ本日はこちらのチェイサーを紹介させていただきます。よろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあヨッシー君早速行きましょう。今日紹介させてもらうチェイサーはこちら100系のチェイサーなんですけれども、見た目もすごいじゃないですか。はい。でもちゃんと中身も実はすごくて。
中身も。そう、はい、カスタム車あるあるだと思うんですけれども、はい、見た目すごいんだけど実は中身のグレードが例えば低グレードの車、ベース車だ使ってたりとか、わかる？ちょい見ますね。そう、見た目はすごいけど、あ、中身そうなんだみたいな、っていうのがあったりとか、あとは程度がボロボロ、すごいパッと見オールペンされて綺麗だけどメーター見たら25万キロみたいな、っていうのが結構あったりとかするんですけれども、この車はですね実は中身もちゃんとすごいですと。車の内容をお話しすると、1998年3月登録だから、前期型のチェイサーですね、の、ツアラー V、 ちゃんとツアラー V です。はい、で、シフトはですね乗せ替えなんですけれども、5速マニュアルがちゃんと入っております。で、走行距離もなんと88,800キロ。少ないでしょ。そうなんですよ。で、修復歴はなしっていう感じなので、これ単体で見ても、かなり希少な車なんですよ。修復歴なしで10万キロいってなくて、乗せ替えとはいえマニュアルミッション、しかも乗せ替えちゃんとしたショップで、後で説明しますけどちゃんとしたショップでやってるんで、お客さんがやった乗せ替えですから、っていうところがありますと。で、修復歴もなしという感じなので、車の状態も中身も実はいいと、すごいという感じなんですね。で、まず外装から言うとですね、色はこの色ブロンズなんです。ブロンズ、茶色ですかね。なんですけれども、ですね、これは BMW の純正色。BMW？ そう、BMW の純正色でチェスナットブラウン、チェスナットチェストチェスナットブロンズって色があるんですね。この色にオールペンされているという感じです。ブロンズの中に結構光が当たるとキラキラキラってね、メタリックが入ってますけれども、っていう感じでオールペンされてるっていうのがまず一つありますよね。で、あとは、フェンダーですね。フェンダーに関しては、ホイールに合わせてなのかな、ワイドフェンダーに前後とも、膨らんでいるという感じですね。で、このフェンダーもドアの部分からも、ドアアーチのところからも立ち上げているという感じになっているところでございますと。でですね、エアロに関しては、なんかね、メーカーちょっと分かんないですってお客さんは言ってたんだけど、多分これヤフオクとかで売ってる安いエアロなのかな、ちょっと分かんないんですけど、そう、なんかメーカー品ではないらしいです。で、それを加工してちょっとフェンダーに合わせて広げたりとかっていうのを組むときに板金屋さんでやってもらったらしい。なるほど。という感じですね。で、後ろのここのエアロのここの部分もしっかりですね、ここもちゃんとアーチに合わせて広げてあるという感じで、実は結構細かくちゃんと作り込まれているという感じでございます。 OK ですか？足回りは一旦置いといて、あとやっぱりただつけただけじゃなくて、ちょっと細かいところで言うならば、チェイサーってここドアモール入ってるんですよね。そういえばそうですね、ない。そう、こういうドアモールスムージングしてあったりとか、あとはここのウィンドウモールとかもこう黒に塗装されて、ちょっとこう締めてたりとかで、後ろに回っていただいて、後ろのこのドアのポケットのここのカバー、ナンバーポケットですかね、これのこの枠も綺麗にスムージングしているという感じでございます。結構芸が細かいでしょ。確かに綺麗にやってますね。そうという感じですね。あとはルーフスポイラーがついてたりかっていう感じでございます。ここで OK ですね。で、足回りに関しては、これがこの車の一番の最大のトピックスになるかな。ワークの18インチのホイール、ですね、前後がちょっと待ってね、めちゃめちゃそのワイドフェンダーに広げた分太めのホイールが履けるわけですよね。フロント 10J オフセットプラス20で、リアに関しては 10J のオフセットプラマイ0なので、ワイドフェンダーに対してオフセットもプラマイ0真ん中のはめて、で、その分リムをね稼ぐとか、リムがある方がかっこいいっていう文化ですかね。でそれが入ってると。で、アームとかタイロットとかリアアームピロテンションロッドとかですね、そこら辺はもうオール全部交換してあります。クスコのアッパーアーム、風間オートのフロントのロアの延長アームか、それでキャンバー切ってんだね、とか、あと風間オートのタイロットエンドで、リアもか、風間オートのリアのアームセット一式と、あとイケアフォーミュラのピロテンションロッドとか、足回り関係を一式こう全部変えてあるという感じでございますと
なので、リアに関しては車高を下げればどんどんハの字を切っていくんですけれども、フロントはもうスタートの段階からロアも延長してるので、はい、下を延長するからハの字になるよね。わかります？はい、こうなってるものの下を延長するからグググッとずれてハの字になるとっていうところで、やってあるという感じです。でそこからそれは見た目じゃん。でやっぱり細かいのが、はい、ディクセルのスリットローターとか、あとプロジェクトミューのブレーキパッド、ブレーキホース、ステンメッシュホースとか、そういったのも実はちゃんとやってあると。はい、ブレーキキャリパーもちゃんとこう塗ってるんですね、これね。塗ってますね。はい、芸が細かいですよね。もうこの時点でだいぶお金かかってます、そうですね。まだまだ続きます。はい。まだ、はい。で、車高の制御に関しては、後でちょっと操作しますけれども、スキッパーっていうメーカーのハイドロが組んであると。ハイドロリスクってやつですかね。ハイドロ分かりますか？ちょっとよく分かってない。よく分かんないですよね。エアサスは分かるでしょ？エアサスは分かります。そうだよね。エアサスはエアが入ったエアバッグがコンプレッサーで膨らんだり縮まったりして上げ下げしたり乗り心地が良くなるってやつですね。でハイドロに関しては油圧になります。だから空気が油になるってことだね。油圧、油を使って車高を上げ下げ、車高を制御しているというような装置になってまして、それで車高を制御しているという感じになっています。操作の仕方とか細かいところはまた後で言いますという感じでございますと。あとマフラーは後でやろうかな。後でやろうがいっぱいあるね。そうなのよ。結構ねいっぱいあるんですよ。いっぱいありすぎて。でまず一つ外装で言うと、懸念される点、車買う人がね、懸念される点としては、じゃあこのワイドボディって、ちゃんと公認取ってるんですか、記載変更か車検通るんですかっていうのがあるんですけれども、このボディでちゃんと、記載変更、車検証の車幅変わってるので問題ないですという感じでした。だからやっぱりカスタム車って、いじるにいじりまくったはいいんだけれども、車検取れなくなっちゃうケースも多いんですよね。そうですよね。そう車検が来た時にやべえどうしようで車検切れでそのままにしてそのまま売っちゃうとかっていう人も結構多いんですけれども、この車はちゃんとまずボディに関しては OK という感じでございます。 OK ですね。はい、じゃあ次は内装行ってみましょう。こんな感じですね。内装に関しても、外装に合わせてなのか黄色って言ったらいいかね。黄色です。そうだね。めちゃめちゃ黄色。黄色だね。に、統一されてるという感じでございます。で、塗装している部分とカバーの部分と貼り付けてる部分とかがちょっといろいろあるんだけれども、まずはシートかな。これお客さん自体も汚れないようにこれかけてたんだけれども、ちょっと写真を後で差し込んでほしいんですけれども、レカロのセインバケットシートがこんな感じ。レカロのセインバケットシートが入ってて、でこれをちゃんとボディっていうかその内装色合わせて黄色に張り替えてるという感じでございます。でドア周りなんかに関しては、結構これペイントなのかな。そうだね、塗ってるね。そう塗ってたりとか、で逆にこういうダッシュボードのこういうところなんかこのカバーを作って、自分で作ったんだって。これはすごいよね。これを作る。確かに職人さんだったんだっけな。かなり器用な方じゃないでしょうか。これは真似できないです。真似できないよね。っていう感じでございます。こういうねカバーね。これもね、そうだね。すごい。っていう感じ。だからこういうのはカバー作って上からはめつけてあげたりとか、あとルーフも一回自分で全部取ってで貼ったらしいです。ちょっと後ろねタレが出てやってる部分があるんで、もし気になる人はもう一回剥がして乗り付けてあげれば終わりだと思うんですけど、っていう感じだったりとかで、ちょっといい感じだね。これは見えないかな。このねメーターの色、もう通常は前期型は白なんですよね。なんですけどちょっとこう黄色っぽくなってるんですよ。黄色っぽいのは分かりますね。分かる？あ、本当。そう。これもメーターの中の、バルブも黄色っぽく変えてると。だ内装のコンセプトは黄色です。そこまで。でやってあるっていう感じですね。であとはこれはオートゲージかな。デポか。の追加メーターですかね。1、2、3。エアコンを引き出し口に入れちゃったので、ここからエアコンの風出ないです。出ないですね。夏場ちょっと辛いかもしれないです。確かに。っていう感じで、水温、油温、油圧でブーストか。っ
ってなってたりとか、カロッツェリア、ナビ、バックカメラも映ります、スピーカーも変えてあります、レーダー探知機もあります、結構一通りやってあるという感じです、なんだろう、カラーに押されがちなんですけど、押さえるところはやっぱり押さえてある感じですね、あとこのデカデカ5連メーターっていうんですかねこれもついてます。純正の一応ルームミラーもあるんで、気になる人は変えてもらってもいいと思うんですけど、ちなみにこれでも車検通るんで、という感じでございましたと。であとはここにこれですね。これがハイドロのスイッチです。はい、ちょっとね、右前右後ろ、左前左後ろ、前だけ後ろだけみたいないろんな操作がここにあって、コントローラーがあって、でこれとは別でこっち側にも延長して、でこの2つが前後の役割をしているので、こっちでも操作ができるようになってます。ちょっと危ないんで言いますけど、ここがオンオフのスイッチで、下にすれば切れる、上にすると電源が入って上下ここで上げられる、運転中に足かかっちゃったらあれなんで、常に下に切っとくというのがセオリーかなという感じですね。でワークスベルのこれもねついてて、ディープコーンのこのハンドルもいいんじゃないでしょうかね。これでドリフトはさすがにできないと思うんですけれども、っていう感じでございました。でさっき言ったように走行距離は88,839キロ、自走行ですからもちろんね、かなり少ない車でございます。であとは、サンルーフ、サンルーフ、よし君なんか気づくことありますか？純正ではないんですか？ではないんですよ。ではないんですよ。サンルーフも車外です。ベバーストっていうメーカー、後付けサンルーフだと結構メジャーなメーカーなのかな、ネット検索すると結構出てくるんですけれども、この車もともとはサンルーフなしの車に後からサンルーフをつけたという感じでございます。シルトアップもあればスライドもすると。よく車外で壊れやすいとか聞きますけど、壊れてない？もうお客さんも言ってたけど、今のところ別に壊れてないって感じだね。ちゃんと動く。そうだね。で雨漏れとかも特にないし、やっぱりちゃんとバンキャンさんにつけてるんだろうけど、しっかりしてるんじゃないかなと思います。でこのサンルーフの、いいところっていうか、これは好みだと思うんですけど、これ見てもらって分かる通り、こっち見てみようか。これ通常のサンルーフ、通常のサンルーフはこのガラスが天井の中に行くんですよ。わかります？この下に入ってる。わかるでしょ？スライドそう中に入っていく。このベバスのサンルーフは、これなんだろうな、なんかの車でもあるんですけど、純正でなんだったっけな、忘れちゃったな。いずれにしてもこのガラスがこう上に行く、これをかっこいいと思っていただければ、これはやっぱ車外にしか出せないなんか味と言いますか、味っていうかかっこよさって言ったらいいのかな。これをかっこ悪いじゃんって言ったらそれはそれまでなんだけれども、でもあれなんか普通じゃないっていうのがもうこれでわかるという感じですね。これが車外の良さなんじゃないかなと思いますけどね。これも結構大きなポイントじゃないかなと思いますね。こんな感じです。でシェードも一応ついてるので、こんな感じですね。という感じでございました。内装もしっかりいじってあると。すごいです。すごいでしょ。愛情がこもりまくってるっていう感じじゃないですかね。次はじゃあエンジンルームいきますか。で何度も言うようにここまでですよね。見た目すごいけど車の内容もいいよね。で外見だけじゃなくて中身もいじってますよね。中身って内装ね、いじってありますよねっていうところまで OK です。よし、ちょっとあれだね。やっぱ内容がてんこ盛りすぎるから、動画2つに分けましょう。分けますか。前半、今日はここまで。よし、すぐ編集してもらって後半行きましょう。じゃあそんな感じで一旦今日ここまでしていきます。次回お楽しみに。酸素アルミラジエーターのリザーバータンクかな。ベースの改造自体は全部終わってます。これが簡単に言うとハイドロのポンプなんですよね。こんな感じ。